島とコロナ、世界の原発災害の語り部と語るパート2をこれから開催します。ここからはですね、福島地球市民発電所の、竹内さんと藤岡さんにも加わってもらいます。では、二人の二方、自己紹介をお願いします。こんにちは。福島地球市民発電所の竹内と申します。今、福島市からつないでおります。藤岡さん、お願いします。はい、同じく福島地球市民発電所の藤岡恵美子と申します。福島に来て8年ほどになります。はい。9年ですね。9年になります。はい、よろしくお願いします。はい。2021年ですよね。2020年は本来なら、東京オリンピックが行われてですね、福島原発はもう問題ありませんといったようなことを世界にアピールしようというふうに日本政府は言ってたんですけども、これまた想定外のコロナ感染症がですね、拡大して今大変なことになっているということなんですけども、今回竹内さんの方でアンケートを取っていただいたということなので、そのあたりから、ちょっと紹介していただけますか。はい。私ども福島地球市民発電所、略して福電って言っておりますけれども、もともとはJANIC という NGO、国際協力 NGO センター、JANIC という NGO の震災対応として、チームで福島に、やってきました。その関係でですね、JANICが、2014年に活動を終了して、我々残って福電を立ち上げたんですけれども、そういう経緯の中で、2015年に仙台で国連防災世界会議が行われたときに、福島の、何が起きたかという教訓を伝えようということで、福島ブックレット委員会というものが、立ち上がりました。福電、私たちと、JANIC、それと CWS ジャパン、それとピースボート、あとジムネットと、そういう部分で、そういう NGO の有志で、立ち上がったんですけれども、そういうことで、2015年に仙台で行われた会議で、ブックレットを、配布するわけなんですけれども、そこで、そのブックレットを見た方々、が、自分の国でもこういうものがあったらいいねということで、翻訳活動が広がっていきました。今回アンケートを取ろうと思ったのは、そういったネットワーク、各 NGO 参加している、ブックレット委員会に参加している各 NGO のネットワークを利用して、コロナ禍の中で皆さんどういうふうに感じていらっしゃるのかということを聞きたかったっていうのが一つあったんですね。というのは、今回福島で、福島にいらっしゃる方も、それから避難されている方もたくさんまだいらっしゃるんですけれども、コロナのパンデミックが広がる中で、ようやくその私たちの、怖さ、恐怖が皆さん分かったんですね。実はもっと強い言葉で、発信された方がいて、そうだったのかと、そういう話を結構いろんなところで聞いたですね。やっぱり見えない、放射能という見えない恐怖の中で、その当時もやっぱりマスクしてましたね。放射性物質を吸い込まないようにマスクして、やっぱりどう防いだらいいのかわからなかったですね。で、そういう時の恐怖が、福島の人たちがその10年前の、フラッシュバックをしたということを聞きまして、やっぱり共通点があるんだな、その時の怖さっていうのを、ひょっとしたら福島以外っていうか、西日本の方とか、あんまり実感としてなかったのかもしれないんですけれども、今やコロナのこのパンデミックが広がる中で、みんながそれを、不幸なことですけれども、共有してしまったという、その恐怖を共有してしまったというところから、やっぱりその原発がもたらす放射能被害と、原因は違いますけれども、このウイルスがもたらすコロナの社会に与えるインパクトっていうのが重なって見えたということが、今回のアンケートの、動機になりました。それが福島の教訓を伝えようとする動き
に、世界各地から協力していただいた方々が今どういうふうに思っているのかっていうことを聞いてみたいなというものが一つのきっかけでした。はい、ありがとうございます。じゃあ、藤岡さんの方からその辺の内容を紹介していただけるということですよね。お願いします。はい、私はインドに3年、バングラデシュに4年半ほど住んでいたことがありまして、バングラデシュではシャプラニール市民による海外協力の会という NGO の駐在員として滞在してたんですけれども、インドもですね、原発がいくつもあって、反原発運動を市民の人たちが行っている国なんですが、バングラデシュでも今最初の商用で原発が作られている途中ということで、最初にその福島に来た時10年前ですね、福島で起きたような原発事故が南アジアの私たちが関わってきたような国でも起きたら本当に恐ろしいなということがあって、やっぱり福島で起きたことを、南アジアをはじめとする海外の人たちに伝えていかなきゃいけないなっていうふうに思ったことが福島に来て活動を始めたきっかけの一つです。はい。じゃあ早速ちょっとアンケート結果を見ていきましょうか。はい。はい。今回のアンケートの概要なんですけれども、福島とコロナの社会の共通点と得意点ということでいくつかの質問に、答えていただきました。で、2021年の2月の後半から3月の頭までですね、Google のアンケートのフォームに書き込む形でお願いしたんですけれども、そこに、28件の回答がありました。で、国籍としては15カ国の方で、住んでいる場所ともともとの国籍の国が違う方もいらっしゃるんですけれども、17の居住国や地域で、の方が記入してくださいました。それで、書いてくださった方の属性としては NGO 関係者の方が一番多くて10人、あとアーティストの方、研究者、あとはジャーナリストとかプレス関係の方、その他、市民運動活動家とか学生の方などもいらっしゃいました。ほぼほぼだからその原発に関心があるという方という考えですよね。そうですね。私たちの活動にこれまでのその福島の状況を海外に伝えるっていう活動に何らかの形で関わってくださった方たちなので、全く原発って何っていうような方はいないですよね。はい、関心のある方、意識の高い方、いわゆる意識の高い方、はい、だと思います。じゃあ次行きましょうか。はい、コロナ禍の中の世界各地の活動は今どういう状況かということで、2020年に福島関連とか反原発関連の活動があったかどうかということをお聞きしました。その結果、ちょっとできなかったとかなかったっていう方が 57% だったんですけれども、2021年今度のですね3月11日の10周年関連イベントを予定しているかどうかっていう質問には 61% の方がイエスと答えられました。ということでやはり10周年ということもあってこういうコロナ禍の中でも多くの方たちが何がしかのイベントを計画してくださってるんだなということが分かりました。ただあれですよね、おそらくこれ普通だったらもう皆さんが何らかの形で活動されているのに 61% って逆にやはり活動がかなりできなくなっていると見た方がいいのかなと、そうですね、10周年で、これがコロナでなかったら、本当に 100% に近かったかもしれないですね。はい。で実際どういうことを、はい、どんな活動をされているかということを書いていただいた結果の抜粋です。ヨルダンからは、この災害の記念に記事ですねを書く予定だということでした。それから香港の方からはこの10年目の3月に合わせて福島大災害から10年という本を中国語で出版するという計画を教えていただきました。
でバングラデシュの方はダッカと、自分の団体の活動地でイベントを開催する予定。それから、トルコではアックユ原発のある、メルシン市の反原発プラットフォームがプレスリリースを行って、近隣の村々を訪問して集会とか会議を開くというかなり広範な活動を報告していただきました。それからオーストラリアではですね、日本とオーストラリアを結ぶ市民グループが主体になって、福島の子どもたちのための保養活動をこれまでも行ってきているんですけれども、発災以降毎年募金のために希望の日本の日というイベントが行われてきたそうで、今年はオンラインでそれを開催するということでした。これを見ると本当にものすごく福島のことを忘れないでいてくれてありがたいなっていうのもすごく感じるんですけども、そうですね。一方でそれぞれの国がね、これから原発をやろうとしているところで、福島のことをしっかりと伝えながら、自分たちの国の問題としてもですね、考えていかなきゃいけないということが分かりますよね。はい。はい。じゃあ次のスライドなんですけども、福島とコロナ禍の共通点についてコメントいただいていますが、これは藤岡さんどういうことですかね。はい。これはアンケートの、結果の抜粋なので全部ではないんですけれども、その福島の原発事故とそのコロナ禍の中でその社会的にどんなことが共通点として見られるかということについて書いていただいたものです。で、インドとこの中ではですね、インドと韓国の方はそれぞれその国の方で、福島の原発事故を直接体験されている方ではないので、報道ですとか福島について聞いたことをもとに原発事故が起きた場合と現在のコロナ禍っていうことを、ある意味原発事故の点については想像して書いていただいたものかと思います。でニューヨークとオーストラリアの本社の方は現地に長く住まれている日本人の方なので、実際のその福島の原発事故の時に起きたことについてご存知のことと比べて書いていただいたのかなと思います。はい、まだインドですよね、これ。はい、インドのプネっていうところはインドの中でも今回コロナの感染者数が非常に多かったマハラシュートラ州の第2の都市なんですけれども、そこの方が書いてくださったのが、コロナ禍でも原子力災害でも社会的弱者の経験を通して言えるのは、無力感が大きな現象として現れることだっていうコメントで、今回コロナ禍の真っ只中にいる方が書いてくださったんだと思うので、実際に今その社会的弱者の方たちの間で、無力感が広がってるっていうことなのかなと思うんですけれども、はい。確かにね、そうですね。このアメリカ、まさにこのアメリカ社会ですよね、今分断が進んでいると言われているので、そういった傾向も出てるんですよね。そうですね。日本人の方なので、今回ニューヨークにいらしてそのアメリカ社会を見て、あの時と同じだっていうような感じで書かれたのかなと思います。偏った報道、同調圧力、監視社会、全体主義っていうようなことが共通点としてその社会の中に出てくるっていうことですね。韓国は日本みたいに破壊、人間関係の破壊ですね。そうですね。福島でもその原発事故の当時、特に直後はですね、やっぱりその放射能のリスクをどう考えるかとか、避難するかしないかとか、そういったことで人間関係が壊れるとか分断が生まれるっていうことが、非常に深刻な問題としてあったわけですけど、今回そのコロナのせいで人間関係が壊れるっていうことが起きてるっていうことかと思います。オーストラリアですけど、これはどうですかね。
そうですね。移動の制限などの日常生活の制限とか、マスクの着用、人間関係における差別とか分断などがあったっていうことが書かれてますね。10年前マスクをしていたら、なんだマスクなんかしてってこう言われてたですね。すごく批判されていたんですね。ところが今はマスクしないと批判されるわけですよね。もうどちらにしても自分の身を守ることなのに、そのマスクをするかしないかで、その時のその空気が違うっていうことは、その肌を持って感じているところですね。はい。コロナ後の社会変容についてのランキングということで、コロナの感染が広がっていった中で、どういう現象が多く見られたかということについて上からピックアップしたものです。多く見られた現象としては、まずその経済への打撃、これは本当に日本でもそうですけれども、あらゆる国で見られたことです。それから、誤解を招く情報の拡散というのも多くの国で見られたというふうに回答が寄せられています。それから、次がですね、原発の推進ということにも関係があるんですけれども、災害の政治利用、3次便乗型資本主義、こういったことが見られるかどうかということにも多くの方が見られるというふうに答えました。それから、見えない恐怖ですね。ウイルスという見えない恐怖を感じたっていうことが多くの方々に回答されています。はい、ここの災害のですね、政治利用3次便乗型っていうのがあるんですけど、資本主義ですよね。これちょっとトルコの例をですね、プナーラさん、ここでちょっとお願いしていいですか。例えば、イスタンブールで政府が作る予定の運河向きに2020年の中で1300万本の木が切れました。本当は政府がとても暴力を使って、例えば運動とかに許可を出していません。警察がすぐ止めています。皆さんのコロナと言いながらね。でも、言ってますね。でもコロナと言いながらモスクを、例えば聖なる知恵の教会をお祈りのためにもうモスクに変えてしまったんです。博物館だったんです、主にその建物は。でも今はモスクとして使われています。運動それぞれ罰を与えられています。罰金も与えられています、ちなみに。で、その罰金で政府がたくさんのお金を儲けています。本当にそれも大問題で、政府がお金を稼ぐような形にもなっています。じゃあプナルさんの話を今聞いて、いやそんなことが起こっているというのはすごいですよね。一方でじゃあ原発の問題ですけども、政府がじゃあ原発をどういうふうに進めているのかということも気になりますよね。はい、はい。先ほどのスライドで災害の政治利用とか、3次便乗型資本主義っていうことが見られるかどうかっていう設問に多くの方が見られるっていうふうに答えられてたんですけれども、それに関連してあなたの国や地域でこのコロナ禍に便乗して隠された形で原子力推進政策が進められているっていうようなことがありますかっていう質問をしたところ、このようなコメントが返ってきました。まずヨルダンなんですけど、ヨルダンの原子力評議会の議長が原子力の利点について再び語り始めた。はい。その次ですけれども、英国ウェールズの方からなんですけれども、低炭素 または炭素排出ゼロということで気候変動と戦う手段として、原子力が提示されている。で、特にウェールズではその低炭素ということがしばしば核を示す記号だ。それは再生可能エネルギーとしても同じ文脈で言及される。これ英語の
翻訳なのでちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、その低炭素エネルギーっていうことで核とか原発って書いてないんだけれども、その気候変動と戦う手段としてその低炭素エネルギーが必要だっていうようなことで原発を示唆しつつ、これが必要だっていうことが進められているっていう意味だと思います。ウェールズはこれ去年でしたっけ、日立が完全に撤退すると言ったんですよね。そうですね。アングルシー島っていうその島で原発を作る計画が、新しい原発を作る計画が進められてたんですけれども、それが日立が撤退したっていうところですね。あとヨルダンも日本政府とですね、原子力協定を結んで、一時は三菱でしたっけが積極的に売り込んでたんですけども、結局ロシアですかね。初めて原発を持つというか、その最初の原発を作るっていうところに、加わっている国が多くて、バングラデシュもそうなんですけれども、その、条件というかですね、その原発を作るにあたって、その技術者もロシアから送りますと。で、廃棄物もロシアで引き受けますと。なので、何も心配することはありませんっていうような形で原発計画を進めているところが多いみたいなんですよね。そうですね、これやはり経済効果ということで、コロナで全世界がかなり経済的に厳しい国がたくさん出てきてるんですけども、日本にとってもその原発を輸出することによってまたそういったところでのその利益を得る、あるいは原子力村がまた儲けるようなものに頼らざるを得ないようなところもなんか出てきてて、いろんな国がだから原子力産業で、経済を立て直そうみたいな、そういったのもここから見えてきますよね。そうですね。日本国内ではもう原発を作っていくっていうのは経済的にもう難しいという中で、海外を市場としてっていうことが、もうほとんどのところでは行き詰まってるんですけど、またそれが再燃してっていうこともありえないことではないのかもしれないですね。これアンケート書かれた方たちはそれぞれ他の方の回答を見てるわけじゃないんですけど、こうやって集まってきてみると、やはり気候変動への解決策っていうことでいろんな国でその原発がプロモートされてるってことが分かりますよね。そうですよね。これはかなり危険な感じがしますね。で、私たちとそのつながっているこのアンケートに答えてくださった方たちもかなりその辺はやっぱり危機感を持ってらっしゃるということだと思います。なのでこうしてみると着々と進んでいってて、チェルノブイリはですね、その原発事故があっていかに原発が危険なのかっていうことをこの世の中に知らしめたということあるんですけども、福島は事故が起きても安全だということをかえって言ってしまっているような結果にもなってしまっているのかと思うんですけれども、もうちょっと片岡さんどうですか？よく聞かれる言葉ですけれど、放射能安全神話ですよね。前は原発安全神話だった、原発事故は起きないって言われていたけれど、今は原発事故起きたけれど放射能も大丈夫っていう放射能安全神話っていうのが本当に広がってると思いますね。はい、じゃあこのスライドですけども、コロナ禍の、自国の皆さんへのメッセージということで、これはこの中からじゃあいくつか紹介してもらえますか？はい。ではまずこの一番上の日本の方なんですけれども、この方はその福島からの避難者の方です。で、原文英語で書いてくださったんですけれども、すごく印象的で深いコメントだなと思いました。3点あるんですけれども、その深く考えて内省して自分の行動を決めること、それから他者の選択を尊重し寛容であること、それから
この状況の中でその犠牲になっている人は誰かっていうことを注意深く見ることっていうコメントをいただいています。これは本当に原発事故の時もそうでしたし、今回のコロナ禍の中でもすごく重要なメッセージだなと思います。やっぱり一番犠牲となっている人にどこまで寄り添えるかみたいなことが問われているというのがありますもんね。そうですね。はい。この国で不安に思うこととか心配するとか悲しむとか怒るとか、そういうことがすごくしてはならないことするのが恥ずかしいことというようなね、その教育またはみんなの考え方常識の中にあると思うのですけれど、でもその10年経ってもまたはもっとその前からの戦争の体験であったりとか原爆の体験だって、とにかくいろいろな体験の中で感じてきたことがその心の奥底にしまい込んでしまっている人たちがいて、その人たちのその感情を押し殺してきたその長い年月でもやはり抑えきれなくなったりとかする、そういうようなことを聞くにつけ、本当にその悩むこととか考えることがとても大切で、それは命に向き合うことなんだよっていうことをやはり周りの大人とも子供ともやっぱり共有していく必要があると思うんですよね。竹内さんどうですか？はい、私が一番印象に残ったのは、イギリスのウェールズからいらっしゃった方がたまたま今回のアンケートに答えていただいたんですけれども、前にですね、ウェールズから、FOE の方々がお呼びして福島で、視察とかイベントをしたときにちょっとお手伝いさせていただいたんですけれども、その方が書いていただいたもので、一つとしては正確な事実を知れと、二つ目として政府を信じない、三つ目として先ほどから何回も出ている三次便乗型資本主義と戦え、四つ目として本当の純正の緑のエネルギーを推進せよと。でこれに補足する形で、人々、つまり、ウェールズに暮らす人々にとって経済以外に重要な価値はたくさんあるということをおっしゃっているんです。で彼らが福島に来たとき、いろいろスライドでアングルシート、原発があるところですけれども、アングルシートのいかに自然豊かな場所であるかということをスライドを交えて説明してくれていました。でやっぱりその地元のですね、非常にその自然豊かな地域の歴史とか文化に根ざしたそういう活動っていうのを非常に大切にしてるんだなっていうふうに私ども思いまして、で一つのエピソードとしてですね、4番目の緑のエネルギー云々に関連するんですけれども、福島に来た時にですね、こちらで迎え入れた方々の中で、我々の連帯の印としてですね、アングルシートに風力発電の風車を、送りたいがどう思うっていう話があったんですよね。その時我々もちょっとびっくりしたんですけれども、いやちょっとそれはお断りしますっていう、非常に丁寧な形でお断りされたんですね。やっぱりここら辺の部分が我々もちょっと意外だったんですけれども、やっぱり本当に自分たちの地域を大切にしている、極端な話、自然再生エネルギー、再生可能エネルギーだったら何でもいい、原発より安いから全部こっちにシフトしていこうということになると、それはそれで地域が破壊されてしまうんですね。やっぱりどうしてもそういう経済原則だけで見ると、安いものに
いく、それは今の状況では原発をやめる一つの方便かもしれないんですけれども、それだけを、やっぱりその再生可能なエネルギーにしても、それだけを追求していくと、なんか同じ間違いをする可能性があるんだということを、この時気づくことができました。だから非常に、彼らは彼らで、安易にそういう話には乗らないっていうんですかね、非常に慎重で自分たちの地域のことを守っていくという姿勢に、私は感動しました。確かにそうですよね。原発よりも自然エネルギーが安いっていう、そういったことでやっていくと、今度逆にじゃあ原発の方が安くなったってなると、またそっちに戻ってしまうということもあり得るわけですよね。だから、やはりこの資本主義だけじゃなくて、価値観をどう持つのかってすごく大事なことかなと思いますよね。はい。こうして見ていくと、本当にそのコロナといえども、進める方、原発を進める方がどんどん進んでいくと。だから、そこに対してどういうふうに僕らが向かっていくのかってすごく大事で、改めてこの福島の教訓というのを伝えることはすごく大事だと思いますよね。そうですね。本当になんか、やっぱり、このコロナ禍の中でもやっぱりあの手この手で推進したい人は、また違う材料を持ってきて推進しようとするんだなっていうのが、なんか今回のアンケートからも見えてきた気がしますね。福島事故から、今年で10年ということで、時が過ぎていくと、伝えていくってことはどんどん難しくなってきますよね。そこでいろいろ考えまして、例えば芸術とか、文学とか、そういったものを使えばですね、そこに普遍的なものがあるわけですよね。で、そこでこの絵本がありまして、希望の牧場という絵本なんですけども、これはですね、東日本大震災の後に発生した原発事故によって、立ち入り禁止区域になった牧場があります。誰もいなくなった町の牧場にとどまり、そこに取り残された牛たちを何が何でも守り続けようと決めた牛飼いの姿を描き出す絵本というふうにご紹介されてるんですけども、これ実際吉澤さんという方が、希望の牧場というのをされていまして、これがそうなんですけども、牛をですね、殺処分を命じられた牛たちを、殺さずに生かすことによって、証拠として残していこうというね、そういう運動をされている方です。で非常にこれよくできた絵本で絵も素晴らしかったので、これを実はアラビア語に訳しまして、ヨルダンの子どもたちに、知ってもらおうということを考えまして、ヨルダンの学校の先生に相談したところ、ぜひね、これを作品として生徒たちにお芝居の形で、演じさせたいというふうに話をいただきまして、それならばということで、2020年の2月なんですけども、この吉田さんにも一緒に現地に行っていただきまして、それで子どもたちが作ったお芝居を見ながら、実際ですね、吉田さんが福島で体験されたことを語ってもらおうということで、行ってまいりました。ちょっと映像をですね、ここで見ていただきたいなと思います。やっぱりなんかアートの力っていうか、いろんなその表現、やっぱりこの10年の間にその福島に関する映画とか絵本とか、写真絵本とか、いろんなコンテンツが作られているので、そういうものをうまく
なんていうんですかね、やっぱりそういう普遍的に人の心に訴えるプロが作ったものっていうのを紹介していくっていうことも大事だなと思います。そうですね。トルコでも実はナズム・ヒクメット、シーカのナズム・ヒクメットは広島原爆について詩を書いた方、世界中には知られています。その詩、日本語でも歌になっていますし、小さな子供というの。で、本当に国籍がないということが分かりますね、これで。原発がすべての地球に影響しますので、原発事故、それとも核兵器。それでその詩もこの夜中の詩です。文化的なもの以上になっています。ですおっしゃる通り、そのアートを使って、そして毎日の生活を多分アートに入れてまだ残す未来の世紀の子どもたちに届くようなメッセージにしたら一番いいと思いますね、私も。じゃあ最後、もう一言ずつで締めていきましょうか。他に何か話した方がいいこととかありますか？大丈夫ですかね？はい、やはりこう福島にいるから言葉にできないっていうこと、さっき妹プナルさんおっしゃったけれど、やっぱりそれはあると思うんですよね。何でもそのど真ん中にいる人たちは日常生活を送るということに必死になっていたり、遅れているからそれほど問題だと思わなかったり、でも事実は本当にこう大きな問題の中にいるんだっていうことは、意外と外から教えられるんじゃないかなというふうにも思いました。なので、その牛になった子どもたちのね、その無言劇であるならなおのことを、その言葉が直接わからなくても、きっとその表情で、分かることっていうのがあって、それを福島の人間たちが見て、なるほどと、こう一つ自分たちの10年を振り返る、自分たちの経験を振り返るってことにもなってくるのかなというふうに思いました。やはり今できることはやっていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。はい。じゃあペナールさんお願いします。一言最後に。ミュートになってます。はい。一応コロナのままこういう家にいて、皆さん家にいても、もうちょっと、接続ができるようになった方もあるように考えています。私も竹内さんがおっしゃった通り。なぜならば、例えばトルコで2つの計画が進んでいます。シノプ原発とマーシン原発のことです。その2つの町でも私はいつも行ってそこでミーティングとか、それともなんかパネルとかあったら関係をほとんど、もちろん電話で話す場合とかありましたけど、本当にコロナのおかげで私たち1ヶ月に1回ぐらい皆さんでミーティングやるようになりました。それがたまにそれはシノプと、たまにマーシンだけ、たまに皆さんも入れて、そしてコロナがあるから何もできないみたいな話よりは、コロナが本当にこういう技術的な方法いくつかあります。私たちがアルタナティブ的なコミュニケーションをするために、と見せてくれました。本当にこれがいい面から見れば、多分原発や核兵器やいろいろ世界の問題について、やっぱり地球温暖化とかの変わることについてもいろいろ意見の交換ができて、活動も続けるじゃないかと思ってます。はい、ありがとうございます。藤岡さんお願いします。はい、もう片岡さんとプーナルさんがほとんど大事なことは言ってくださったんですけど、やっぱり直接会えるか会えないかにかかわらず、いろんな人と話をするっていうのはやっぱりすごい大事だなって思いました。
でいろいろ自分が今いるところと違うところにいる人たちが今どうしてるかとか、どんなことを考えてるかとか、これからどんなことをやろうとしてるかっていうことを聞き合う場っていうのはやっぱりコロナでやろうとなかろうとずっと持ち続けていないといけないなっていうのを改めて思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ竹内さん。まあ日本でも4月ぐらいから、私もう高齢者になるんですけれども、ワクチンの接種が始まるんですけど、新しいウイルスができてワクチンを作るまでに、今回は随分大急ぎでやったみたいなんですけれども、もう普通は数年かかるところをワクチンを急いで作って、それを全世界的に供給してっていう話なんですけれども、コロナはそういう形で、非常に収束するのに苦労しているわけですね。ただ原発の時、原発にはワクチンはいらないですね。原発やめればいいだけの話なんで、それは人間の英知ですぐできることなんで、何かあって慌てふたまえて除染するとか、放射能どうしようとかいうふうに考えるよりも、あらかじめ原発をやめるということが一番のリスクリダクションになるのかなっていうふうに思います。それに向かってなんか進んでいけたらなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。この10年間でこうやって皆さんと知り合えたっていうことがですね、福島が残してくれたある意味財産の一つだと思いますし、その財産を使ってまたこのコロナをね乗り越えていけることができるっていうのは、もうつながってたからこそっていうこともあると思うんですよね。だから悪いことが起こると、それに対してみんなで一生懸命しようと思って集まってくる、そこからまた新しいつながりができるっていうことが一つどんどんつながっていけるきっかけにもなるのかなと思って、ぜひねコロナに負けずに皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。長い時間。はい。ありがとうございます。